今日はお手元の最新レポート、卓球競技における有意眼、効き目と身体運動学、用具工学の統合的相関に関する学術報告書について、隅々まで一文字も漏らさない勢いでじっくりと、そして徹底的にお話を伺いたいと思います。このレポート、副題にメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実とあって、ページをめくる前からこれまでの卓球観が根底から臆されそうな予感がします。最近練習していてもどうしても見えにくいコースがあったり、ラケットの重心選びで迷走したりすることが多いんですけど、それって単なる練習不足じゃなくて、実は目の問題だったりするんですか？ああ、その直感は極めて鋭いよ、美咲ちゃん。今回のレポートの核心は、私たちの両眼が情報を10日に処理しているのではなく、必ず有意眼という運動制御における絶対的な基準点を持っていることを明らかにしている点にあるんだ。統計情報を網羅している e ゴルフの広範な調査データによれば、右利きの約 90% のうち約 70% が右目を有意眼として持ち、残りの 30% が左目を有意眼とする交差優位の上界にあるとされている。この3割という数字は、卓球というミリ秒単位の反応速度を競うスポーツにおいては、一瞬の空間認知の遅れが致命傷となるため、勝敗を分ける決定的なファクターになるんだよ。交差優位、利き手と利き目が逆ってことですよね。それが卓球という超高速な競技にどう具体的に関係してくるんですか？決定的な影響を及ぼすんだ。レポートの序論によれば、有意眼は単なる視力の良し悪しの問題じゃない。脳内での視覚情報の優先付けと、それに基づく空間座標の構築、判断と精度が要求される卓球において、プレイヤーの技術体系、身体の回線、および用具のマッチングの全てを規定する、いわば OS、オペレーティングシステムの役割を果たすんだよ。日常動作では決して気づかないこの視覚の個体差こそが、上達の壁を突破するための最大の鍵になる。ここからその深遠なメカニズムを順を追って見ていこう。レポートを読み進めると、ヘルプという非常にプロフェッショナルな概念が導入されていますね。これを知ることで自分自身の卓球がどう変わるんでしょうか？これはスポーツバイオメカニクスの最前線を走るレビスタ・アプンツなどの学術研究でも重要視されているフレームワークだね。手軸、つまり利き手と視軸、つまり有意眼の関係をマトリクス化したもので、利き手と有意眼が同じ側の同側優位 UC ヘルプと逆側の交差優位 C ヘルプの2つに大別される。美咲ちゃん、これがなぜクリティカルかというと、脳の半球優位性や視覚情報が運動指令に変換されるまでの神経伝達効率に直結しているからなんだよ。脳の視覚皮質から運動野までの電気信号の伝達経路がプロファイルによって数ミリ秒単位で変わってくるんだ。自分のタイプを知るだけで、フォームの癖や戦術的なムキムキまで科学的に説明できちゃうってことですか？その通り。現代卓球はスピンサイトの計測データが示す通り、打球速度は時速100キロを超え、回転数は毎秒170回転以上に達する過酷な世界だ。人間の眼球が物体を滑らかに追えるスムーズパシュートの限界速度、秒速約60度から70度を瞬時に超えてしまう極限状態。だからこそ、情報の入力経路である目の個性が全ての動作の出発点にならざるを得ないんだ。レポートでは、このプロファイルを軸に、フォアハンドの最適な回線量からバックハンドの打点、さらにはラケットのミリ単位の重心設計までをかつてない解像度で分析しているんだよ。同側優位と交差優位、それぞれの特徴をもう少し材料科学的な視点も交えて詳しく掘り下げてみたいです。わかった。レポートの定義によれば、まず同側優位、有視ヘルプは、右利きなら右目、左利きなら左目が優位なタイプだ。このタイプは、手と目が同じ脳半球による強力な制御を受けやすいため、視覚的なフィードバックループが短縮され、至近距離での非常に精密な動作、例えば前陣でのマイクロフリックやストップといった技術に適応しやすい。神経伝達の物理的なパスが短く、反応が非常にシンプルで正確なんだよ。卓球台に張り付いてパチパチ打つピッチ型のイメージですね。じゃあ私のような交差優位は？右利きなら左目、左利きなら右目が優位なタイプだね。視覚入力が反対側の脳半球をまたぐプロセスになるけれど、レビスター・プンツの研究データでは、空間の広がりを動的に捉えやすく、身体を横に向けた際の視覚野の確保を置いて、バイオメカニクス的な自由度が極めて高いとされている。さらに言えば、視覚情報の統合における両眼視差の利用効率が、広角でのスキャンに特化しているため、台から離れた中5陣での引き合いにおいて、圧倒的な優位性を発揮する。実はテニスや野球のエリート選手では、この交差優位の比率が約 42% と、一般人口より明らかに高いという記述にも驚きました。そうなんだ。卓球においても、この目の位置の違いが
フォームの中に隠れたブラインドスポットを生んだり、逆に視野を提供したりする。レポートでは、ヘルププロファイルが、プレイヤーがどこでボールを捉えようとするかという視覚的欲求を規定していると結論付けているよ。次は具体的な技術、フォアハンドについてです。レポートを読むと、フォア主戦型のプレイヤーにとって、交差優位、右左はまるで添付の差異であるかのような書き方ですね。そうなんだよ。右利きの選手がフォアハンドのバックスイングを深く取る際、脊柱を中心に体幹は右方向に大きく回旋する。この時、もし右目が優位眼だと、自分の鼻のラインが物理的な障壁になって、飛来するボールを優位眼で正確に捉えられなくなる一瞬の消失が起きるんだ。これはフィールテニスなどの視覚伝達遅延に関する研究でも指摘されている構造的なリスクだね。わずか数ミリ秒の消失が打球点のズレを招く。鼻が邪魔で見えなくなっちゃう。それで怖くてテイクバックが小さくなっちゃう。なんてことがあるんですね。なんだかすごく納得です。正解。一方で、左目が優位眼の選手は体幹を深くねじっても、左目が常に正面を向き続け、ボールとの距離感を損なわずに監視し続けることができる。レポートによれば、この視覚的余裕があるからこそ、回線量を増大させて、より深いためを作ることが可能になり、結果として一発の破壊力を生み出しやすくなるんだよ。死んだのねじれが深くなればなるほど、左目優位のメリットが指数関数的に増大するわけだ。バルーン選手のような体を大きく使ったダイナミックなフォアハンドの秘密は、実は左目の位置という生理的な特徴に支えられていたのかもしれないですね。まさに。さらに、ロングアイランドテニスマガジンの分析では、交差優位は視覚の側側でボールを捉えても3次元的な位置関係を把握しやすいため、シュートドライブのような複雑な弧線を描く打法への適性も高いとしている。自分の目の位置を知ることは、理想的なスイングの深さを工学的に決定する基準になるんだよ。フォアとは逆に、バックハンド技術では、同側優位、右右が圧倒的に有利だという分析がありました。これはどういう物理的な理由なんですか？バックハンドの動作はラケットをシャリラの正面あるいは利き手側とは反対側から振り出す運動だ。この時右目が優位眼であれば右腕や肩が視界を遮る物理的なリスクが皆無になり、インパクトの瞬間までボールを最も鮮明な解像度で捉え続けることができるんだ。ロングアイランドテニスマガジンの視覚優位性レポートでも、この特性がレシーブや第10技術の精密さに直結すると述べられているよ。利き目がボールに一番近い位置にあるから視覚情報の鮮度が落ちないみたいな感じでしょうか？イメージとしては正しいね。レポートによれば、同側優位のプレイヤーはボールの微細な回転の変化に対して神経系が即座に反応しやすく、カウンターやブロックといった一瞬の角度調整が勝敗を分ける技術に長ける傾向がある。さらに視覚情報と手の打球感が一致しやすいため、ボールをラバーに乗せて運ぶホールド感を強く自己認識できるのも大きなアドバンテージだね。これはアイハンドコーディネーションの最短接続と言える。ハンシントン選手のような前陣での圧倒的なバックハンド攻撃の秘密もここにあるんですね。そう、交差優位の選手がバックを打とうとすると、優位眼が右肩の後ろに入り込みやすくなって空間把握の連続性が一瞬途切れる。これを補正するために彼らは手首を極端に多用するリストワークを発達させる傾向があるけれど、それは非常に高い身体能力を浪費することにもなる。レポートはバックハンドのキレを左右するのは筋力以上に右目の位置による最短経路の入力であると断言しているよ。フォームだけじゃなく足の位置、スタンスについても優位眼が深く関わっているんですね。レポートにあるヘルププロファイルに基づく推奨スタンスの表、これ明日からすぐに試したい内容です。スタンスは単なる立ち方ではなく、視覚情報を最も効率的に脳へ送り込むための受信用アンテナの指向セレを決める土台だからね。レポートの分析表によれば、同側優位、右右の選手は、右目が常にネットの向こう側を最短距離で監視できる状態を好む。つまり、必然的に右足を少し前に出すか、胸を相手に向けるオープンスタンスを採用することで、視界の安定性を確保しようとするんだ。あ、現代の超高速ピッチで戦うトップ選手のスタンスそのものですね。右利きでバックハンドを多用する選手が、あえてあまり足を引かない理由が見えてきました。まさに、逆に交差優位、右左の選手は、利き手側の足を大きく引くクローズドスタンスをとっても、優位眼である左目が相手コートを広く捉え続けられる。だから、回り込みを多用する伝統的なフォア主戦型のフットワークを無理なく維持できるんだよ。
この理論的枠組みは眼球運動の学術研究を行っているリサーチゲートの資料とも完璧に整合している。自分の立ち位置がどうもしっくりこないとき、コーチに言われた通りにするんじゃなくて、自分の目が一番ストレスなく相手を見通せる角度を探すのが本当の正解なんですね。その通り。レポートではスタンスとフットワークを視覚情報を最適化するためのプラットフォームとして再定義している。身体回線の物理的な限界と目の位置がもたらす戦略的な視野。この2つを掛け合わせれば迷いなく自分のホームポジションを決定できるはずだよ。ここからはいよいよ私が最も知りたかった用具選びのお話です。有意眼がラケットの重心選びにまで影響するなんて、どのメーカーのカタログにも書いてありませんでした。卓球の用具はプレイヤーの神経系の反応ラグを補完する物理的デバイスだからね。レポートによれば、有意眼による視覚情報の入力タイミングには非有意眼に対して約15から21ミリ秒という無視できない優位な差が存在するんだ。このわずかな差を埋めるのが重心位置 CG の戦略的選択だよ。例えば交差優位のフォア主戦型には先端重心トップヘビーが強く推奨されている。トップヘビーのラケットって重たくて振り回されるイメージがありますけど、なぜ推奨されるんですか？沼田卓球指導者ブログの技術分析を引用すると、遠心力を利用した大きな円弧を描くスイングにおいて先端の重みは軌道の安定化に寄与するんだよ。視覚的にボールをしっかりと呼び込んでから打つ交差優位のスタイルでは、先端重心が持つ高い破壊力とスイングの完成モーメントが絶妙に一致するんだ。なるほど。ためを作る時間があるから先端の重みを武器に変えられるんですね。じゃあ同側優位の人は？こちらはグリップ重心、手元重心が最適だ。手元に重みがあることで微小な力で高速な切り返しや角度変更が可能になる。視覚情報の処理が早い同側優位の特性を生かして反射的なリアクションを妨げない操作性を最優先する戦略だね。ニューマタサイトでも重心とコントロールの相関について詳しくされているけれど、自分の反応のタイミングとラケットの完成が一致して初めて本当のボールコントロールが生まれるんだよ。重心の次はラバーのスペックについてです。有意眼のタイプ別にラバーの硬度や厚さの選び方まで詳しく書かれているのがこのレポートのすごいところですね。ラバーの物理特性はボールとラケットが接触している対流時間を支配するからね。まずスポンジ圧について。厚いスポンジはエネルギー効率は高いが、打球間の情報伝達がぼやけるリスクがある。レポートによれば、視覚と打球のタイミングにズレを感じているプレイヤーは、あえて 1.7 ミリから 1.9 ミリの中圧を選択することで、木材の振動をダイレクトに手に伝える手法があるんだ。バタフライ公式初心者ガイドでも厚さによる感触の違いに触れていますが、それを視覚の補正に使うというのは斬新です。そう、視覚の遅れを触覚の鋭敏さでカバーするわけだね。次に高度についてだが、交差優位の選手は回線の大きさを利用して十分なインパクトを確保できるため、50度以上の超高質ラバーによる重厚な打球に適性がある。インパクトの深さで打球を安定させるんだ。同側優位の人はもう少し柔らかい方がいいんですか？前陣でのコンパクトな振りの中で一瞬の食い込みと飛び出しの速さを求める彼らには、45度から 47.5 度程度の中高度が視覚的なタイミングと物理的なレスポンスが最も一致しやすいとされる。レポートによれば、硬すぎるラバーはタイミングのわずかな狂いを許してくれないから、自分の視覚的タイプに応じたスイートスポット、許容範囲を知ることがミスを減らすための工学的な最短距離なんだよ。線形別分析。続いてはカットマンです。台から大きく離れてプレーする彼らにとって有意眼の役割はどう変化するんでしょうか？カットマンはボールの飛行時間を最も長く利用する線形だね。レポートによれば、前後への激しい運動を伴うため、有意眼の入力だけに頼るのではなく、両眼による3次元的な奥行き近くの精度が文字通り生命線になるとされている。VT ベースなどのビジョントレーニング専門機関のデータでも、この両眼視機能のバランスが崩れるとカットの打点が不安定になることが指摘されているよ。遠くから飛んでくるボールの速度と距離を正確に計算しなきゃいけないですもんね。そう、親指の爪先ほどの小さなボールを10メートル近い距離から見極め、相手のパワードライブを極限まで引きつけて角度を合わせる瞬間のファイナルアプローチには、やはり有意眼による正確な位置入力が不可欠だ。レポートが指摘するマニアックなポイントは、ミドル構成の強打に対する視覚戦略だね。どちらの目で優先的に追うかの判断の迷いがカットマンにとっての最大の致命傷になるんだ。ミドルは迷いやすい。だからこそ視覚的なプライオリティをルーチン化しておく必要があるんですね。まさにタクティブのカットマン専用ガイドでも触れられているけれど、安定したカットを何本も粘り強く送り続けるには、こうした視覚情報の交通整理が不可欠なんだ。
空間をどう支配するかというカットマンの戦術は、実は両目のチームワークの上に緻密に構築されているんだよ。いよいよより学術的でエキサイティングなデータの世界に入っていきます。レポートには卓球プレイヤーの眼球運動が一般人とは根本的に違うという驚くべき解析結果が載っていますね。これはリサーチゲートやフロンティアズ・イン・スポーツに掲載された最新のサッカード眼球運動に関する学術研究をベースにした非常に情報密度の高い分析だ。美咲ちゃん、レポートの統計比較グラフを見てごらん。卓球競技者 TT 群は非競技者コントロール群と比較して3つの驚異的な特徴を持っているんだ。一つ目はサッカード空間誤差の圧倒的な低差、視線のジャンプが正確無比ってことですね。その通り、ボールが次にどこに来るかという予測地点への視線移動に無駄な揺らぎが一切ないんだ。2つ目は視光感ばらつきの極小化。これはどんなに追い込まれた場面でも常に一定のタイミングと精度で情報を抜き出せるルーチンが脳に刻まれていることを意味している。そして3番目が衝撃です。追随運動の持続時間が短い。ボールをじーっと見ない方がいいんですか？逆説的だけどそうなんだよ。これは必要な情報だけをミリ秒単位で抜き出し、即座に次の予測フェーズへ脳を移行させているという極めて効率的なリソース配分の表れなんだ。研究によればトッププレイヤーはボールの全軌道を追うのではなく、重要なポイントだけをサッカード跳躍運動でピンポイントに捉える高度な知能を眼球に持っているんだよ。外観筋の動体制御が極めて洗練されている証拠だね。プロの目は単に速いだけじゃなくて脳と連動して超効率的に動いている。科学の目で見るとプロの凄みが筋肉以上に脳と目にあることがよくわかります。今の眼球運動のお話、もっと深く解剖したいです。レポートでは卓球における見るという行為を2つのジャンプに分けて定義していますよね。そうだね。卓球における視覚処理は受動的にボールを追うことではないんだ。プレイヤーはまず相手のラケットがボールに触れる瞬間、つまりインパクトを強烈に注視する。これをキャッチアップサカードと呼ぶんだ。まずは情報の発生源を叩くわけですね。そう。そしてその直後、ボールがまだネットを越える前に視線を一気に未来の落下地点へとジャンプさせる。これが予測サカードだ。フロンティアーズ・イン・スポーツの研究によれば、この視線の先回りこそが時速100キロのボールに人間の反射神経が追いつくための唯一の物理的な解なんだよ。目が先に現場に到着してボールが来るのを待っている。想像するだけで脳がフル回転してそうです。正解。そしてこの一連の動作において、有意眼はオーケストラの指揮者のような役割を担い、どの情報を優先し、どのノイズを捨てるかの最終判断を下しているんだ。トップ選手の共通点は、この注視時間が極端に短く、予測への移行が驚き的にスムーズであることだ。このミリ秒単位の予測制御こそが、卓球を100キロパワーの高速チェスタら占めている真髄なんだよ。第6章は具体的な選手のケーススタディです。まずは卓球界の絶対王者、馬龍選手。彼のフォアハンドは全プレイヤーの憧れですけど、視覚の面から見るとどう分析されているんですか？レポートのバイオメカニクス的推論によれば、馬龍選手のあの深いバックスイングとインパクト直前のすまさまじい体幹の戻しは、まさに交差優位、右左の特性を極限までチューニングした結果と解釈できるんだ。左目がボールを捉え続けることで、頭部の軸を完全に固定し、ボールを自分のナクトの最も深い位置まで引きつけてから爆発させることが可能になっている。あの鉄壁の安定感は、実は左目による監視体制が支えていたんですね。そう。さらに ITTF 公式技術評価資料と合わせて考えると、彼が粘着性ラバー、DHS ハリケーン3ネオなどを長年使い続ける理由も工学的に説明がつく。粘着ラバーは表面でのホールド感を重視するが、これは視覚的にボールを深く見極める交差優位のスタイルにおいて、打球の最終的な出力調整を担保する、物理的に最も相性の良い選択なんだよ。自分の生理的な視覚特性に用具の科学的特性を完璧に同期させている。まさに黄金律ですね。自身の目の限界を理解し、それを最強の個性へと昇華させた結果があの無数のタイトルなんだね。馬龍選手のプレイは単なる反復練習の成果ではなく、高度な自己客観化による科学的な結晶でもあるんだよ。続いては現代卓球の支配者、ハン・シントン選手。彼のコンパクトでいて超パワフルなバックハンド攻撃。これは馬龍選手とはまた違うアプローチなんですよね。全く逆だね。レポートによれば、
ハンシントン選手のプレースタイルは同速優位の強みを数学的な精度で発揮したものだと分析されている。右目による最短距離での視覚入力が前陣での電撃的なピッチ戦における脳内処理のラグをゼロに近づけているんだよ。情報の入り口が脳に近いから、どんなに速いラリーでも見えていない瞬間がないんですね。その通り。ITTF 公式レガシー評価レポートでも彼のミドルコースに対する驚異的な反応速度が絶賛されているが、これはまさに UC ヘルププロファイルがもたらす反射の速さの恩恵だ。ハンシントン選手も最近は用具のセッティングを微妙に調整していますが、それも視覚と関係が？レポートの推察では、加齢による反応速度のわずかな減衰を用具の重心位置をより手元に寄せることで相殺し、視覚的なタイミングのズレを工学的に補正しようとする超一流選手ならではの試みだとされている。世界一の座にあってもなお、自分の目と道具の終わりのない対話を続けている。同速優位という特性をバックハンドの精密度へと変えた彼の革命は、まさに現代視覚科学の勝利と言えるね。第7章は、私たちにも実践できるビジョントレーニングについてです。有意眼の特性は生まれ持ったものだとしても、その性能を上げることができるんですよね。もちろんだよ。レポートによれば有意眼の配置は先天的な要素が強いが、眼球を動かす外眼筋の柔軟性や情報の処理スピードは適切なトレーニングで劇的にアップデートできる。脳の可塑性を利用するんだ。まずは眼球運動のスムーズさを向上させる基本メソッドから始めよう。目的はボールの加速に対して目が置き去りにされない能力を養うことですね。そう。手法はシンプルだが非常にハードだよ。自分の指の爪を一点に見つめ、顔を氷のように完全に固定した状態で、指を上下左右、さらには円を描くように高速移動させる。それを眼だけで必要にピントを外さずに追い続けるんだ。レポートでは、この可動域訓練を1日5分継続するだけで、動体視力の限界解像度を押し上げることができるとしている。特別な器具がいらないのがいいですね。これなら遠征中のバスの中でもできそうです。ラブスポーのプロ野球選手や卓球選手の解析デートでも、こうした基礎的な毛様体筋や外眼筋の訓練が結果として打球の回転の読みの向上に寄与することが実証されている。ボールが速すぎて見えないと嘆く前に、自分の目のサスペンションを滑らかに動かせるように整える。これがエリートレベルに到達するための避けては通れない関門なんだよ。基礎の次はより実践的な周辺視野のトレーニングですね。レポートでは相手のラケット角度をボールを見ながら把握する能力というまさに勝つための技術として紹介されています。これはいわゆる周辺視の動的活用だね。手法としては正面の一点を注視しながらその中心視を維持したまま視界の端周辺部にランダムに現れるターゲットに反応する訓練が推奨されている。ボールを点で見るんじゃなくてコート全体を面で捉える感じでしょうか。まさに速読や速脳のスポーツ応用を研究している速読速脳の資料でもこの瞬間視と周辺視の統合が戦術的判断のスピードを劇的に加速させると説明されているよ。確かにボールだけを必死に追っていると相手が回り込んだことに気づかずにカウンターを食らっちゃいますもんね。そう、レポートではこのトレーニングを通じて脳内の視覚処理回路を卓球専用モードに最適化することの重要性を説いている。情報の注射選択を無意識のレベルで行えるようにすることで有意眼による情報遅延や非有意眼との干渉を物理的に最小化する効果があるんだ。単に見るのではない、コート全開の情報を脳内のマップに投影するための極めて知的な戦略的訓練なんだね。ビジョントレーニングの仕上げは距離感の精度ですね。レポートにある服装解散運動の強化、なんだか難しそうな名前ですけど、簡単に言えば目のズーム機能の強化だね。目的は前後の距離感、特にネット材とエンドライン側の認識誤差をゼロにすること。具体的な手法は遠近跳躍と呼ばれ、目の前30センチにある自分の指と3メートル先にある目標物を交互にコンマ数秒の間隔で高速にピント合わせし続けるトレーニングだ。目の焦点を合わせる毛様体筋を徹底的に鍛え上げるんだ。近く遠く近く遠く、目がすごく疲れそうですけど、これが効くんですね。そう。さらにレポートではこれにアイハンドコーディネーション、つまり目と完全な連動性を鍛えるメニューを加えている。不安定なバランスディスクの上に乗った状態で不規則に飛んでくる複数のターゲットを片手でキャッチするんだ。見た情報に対して体が勝手に、しかも正確に反応するように回路を直結させるわけですね。その通り。VT ベースなどの専門資料によれば、この目と体の同期、シンクロこそがトッププレイヤーへの最後の扉を開く鍵とされている。有理眼が得た情報のクオリティがいくら高くても、
それがミリ単位のラケット操作に即座に反映されなければ意味がないからね。これらのトレーニングは単なる目の体操ではなく、全身を一つの精密な運動機械として微調整するための統合的なアプローチなんだ。レポートの終盤、すごく未来的な話が出てきます。VR やアイトラッキングがこれからの卓球指導のスタンダードになるんですか？その可能性はもはや現実のものになりつつあるね。レポートの今後の展望によれば、 AI を用いて個々のプレイヤーが特定のコース、例えばバック深くを攻められた際に生じる視覚的な視覚、ブラインドスポットをピンポイントで特定する技術の開発が期待されているんだ。自分がどこが見えていないかを AI に教えてもらえるなんてすごい時代ですね。それだけじゃない。その視覚を物理的に補完するために最適なステップワークの歩幅やラケットの構えの角度を AI が自動算出する超パーソナライズされた指導法の確率が予測されているよ。フロンティアーズ・イン・スポーツの最新研究でも、アイトラッキングを用いた選手の視覚戦略の解析が練習効率を飛躍的に高めることが議論されている。科学が進化して根性でボールを見ろなんて言われる時代はもう終わるんですね。ははは、そうだね。レポートが最後に強調しているのは、有意眼という個体差を深く理解し、それを受け入れることは、プレイヤーが自身の生理的な限界を唯一無二の個性へと変えるための最も誠実で科学的なアプローチだということだ。テクノロジーは私たちが自分自身の道の可能性にアクセスするための最高のナビゲーターになってくれるはずだよ。ケンジさん、今日のお話の連続で本当に頭の中のパズルが一つにつながりました。今までフォームや用具選びで悩んでいたことが全て有意眼というパズルの一辺だったんですね。最後にこのレポートから得られた主要な知見をまとめてください。わかった。本報告書が提示する激変する現代卓球を生き抜くための生存戦略は大きく分けて4つだ。1つ目は、交差優位はフォアハンドの自由度を生かした破壊力のあるダイナミックな両ハンド攻撃を追求すべきであること。その通り。2つ目は、等速優位はバックハンドの精密な操作性と前陣での圧倒的な反応速度に勝機を見出すことだね。3つ目は、用具選定において自分の有意眼によるタイミングの癖をデータとして把握し、重心位置やラバーコードを工学的に選択することですね。完璧だね。そして4つ目はビジョントレーニング、特にサッカード運動の精度向上は身体能力の限界を超えてトップレベルに到達するために不可欠な新しい時代の必須科目であるということだ。これらはすべて競技の根幹を規定する生理学的な要素であることが最新のスポーツ科学によって証明されているんだよ。ケンジさん、今日のお話を聞けて本当に良かったです。利き手と利き目の不一致による回線の違和感から15ミリ秒の入力ラグを補正する重心設計および今日の有意眼まで、卓球という世界がいかに深く論理的な仕組みで動いているかを痛感しました。そうだね。レポートの最後にある一文が全てを象徴している。有意眼という個体差を深く理解し、それを受け入れることはプレイヤーが自己の最適解を見つけ出すための最も誠実なアプローチであると。自分の身体の癖を否定したり無理に直そうとしたりするんじゃなくて、科学の目で見つめ直して武器にする。それが知的な卓球の醍醐味なんですね。その通りだよ。自分の目と対話し、物理の法則を味方につけることで、明日からの練習はさらに知的な冒険に変わるはずだ。美咲ちゃん、まずは鏡の前で自分の有意眼を正確にテストするところから始めてみたらどうだい？はい、早速やってきます。ケンジさん、最高にマニアックで刺激的な解説、本当にありがとうございました。こちらこそ、新しい視界を手に入れた君のプレーがどう進化するか楽しみにしているよ。はい、頑張ります。それでは皆さん、自分だけの正解を見つけて、より深い卓球の世界を楽しんでください。また次回の分析でお会いしましょう。さようなら。さようなら。